皆さんこんにちは、じゅんです。今日は天気について話しましょう。今日はどんな天気ですかと聞かれたとき、晴れです。寒いです。とてもいいですが、今日はもっといろいろなことを話しましょう。晴れの日、曇りの日、雨の日、風が強い日について話します。このチャンネルでは日本や日本語に興味がある皆さんを応援しています。まだチャンネル登録してない方はチャンネル登録お願いします。では始めましょう。まず晴れの日。今日はどんな天気ですか？今日は暑いです。今日はいい天気です。とてもいいです。教えてくれてありがとう。でも、もっともっといろいろな情報を教えてください。今日はどんな天気ですか？今日は朝から青空でとても気持ちいい天気です。今日は朝から青空でとても気持ちいい天気です。二つ目、今日はどんな天気ですか？最近ずっと晴れの日が続いていて、今日は散歩をしたり、ベランダで本を読んだりしました。昨日は友達と公園でピクニックをしました。最近ずっと晴れの日が続いていて、今日は散歩をしたり、ベランダで本を読んだりしました。昨日は友達と公園でピクニックをしました。三つ目、今日は暖かくて過ごしやすいです。多分25度くらいかな。空気もカラッとしていて、洗濯物もよく乾くし、きっと夜は星がきれいに見えると思います。天気予報によると、今週末も晴れるそうなので、友達とバーベキューをしたいと思っています。今日は暖かくて過ごしやすいです。多分25度くらいかな。空気もカラッとしていて、洗濯物もよく乾くし、きっと夜は星がきれいに見えると思います。天気予報によると、今週末も晴れるそうなので、友達とバーベキューをしたいと思っています。次は雨の日です。今日はどんな天気ですか？雨が降っています。天気が悪いです。正しいですよ。でも、どんな風に？雨の日は何をする？それでは一緒に見ていきましょう。一つ目、朝から雨が降っています。天気予報によると、明日も明後日も雨が続くそうです。朝から雨が降っています。天気予報によると、明日も明後日も雨が続くそうです。雨が降っていますね。雨が降る。では、雨が降っていましたが、今は降っていません。なんて言いますか？雨が止みました。雨が止みました。止まるという漢字です。雨が止むと読みます。朝、雨が降っていたけど、雨は止みました。今は雨が止んでいます。次は、続くそうです。そうです。天気予報で、明日も明後日も雨が降ると言っていました。聞いたことを他の人に言うときに使います。二つ目、今日は
雨が降っているので、家でのんびり過ごしています。何も予定がないので、ネットフリックスで映画やドラマを見ました。今日は雨が降っているので、家でのんびり過ごしています。何も予定がないので、ネットフリックスで映画やドラマを見ました。3つ目、1時間くらい前からポツポツ雨が降り出して、今はザーザー降っています。でも、これからスーパーに行かなければならないので、先日買ったお気に入りの傘をさして行ってこようと思っています。出かけるときは小雨になってるといいな。1時間くらい前からポツポツ雨が降り出して、今はザーザー降っています。でも、これからスーパーに行かなければならないので、先日買ったお気に入りの傘をさして行ってこようと思っています。出かけるときは小雨になっているといいな。ポツポツ、ザーザー。どのように雨が降っているかイメージできますか？ポツポツ、雨が降り始めたときによく使います。ポツポツ雨が降り始めたね。ザーザーは雨が強く降っているときに使いますよ。次は曇りの日です。今日はどんな天気ですか？午前中は晴れていて青空でしたが、今は曇っています。午前中は晴れていて青空でしたが、今は曇っています。二つ目、今日は朝から曇っていて、今にも雨が降り出しそうです。ずっと晴れの日が続いているので、草木のことを考えると、少し雨が降った方がいいと思います。今日は朝から曇っていて、今にも雨が降り出しそうです。ずっと晴れの日が続いているので、草木のことを考えると、少し雨が降った方がいいと思います。今にも雨が降り出しそうです。今すぐ雨が降りそうに見えるときに使います。今にも何々そう。例えば、妹の大好きなおもちゃが壊れました。妹はまだ泣いていません。妹は今にも泣きそうだ。机の上のペンが今にも落ちそうだ。次は少し雨が降った方がいいと思います。雨が降ると雨が降らないを比べて、草木のことを考えると雨が降る方がいいと言っています。健康のために運動する？運動しない？運動した方がいい。夏、暑い日、水を飲む？水を飲まない？水を飲んだ方がいい。三つ目です。今日は曇りで太陽が出ていないので、少し肌寒く感じます。長袖を着ています。私は曇りの日に散歩をするのが好きなんです。健康にもいいので、お昼ご飯を食べてから近所の公園に行って1時間くらい歩いてくる予定です。曇りの日は長く歩いても疲れにくいんですよ。今日は曇りで太陽が出ていないので少し肌寒く感じます。長袖を着ています。私は曇りの日に散歩をするのが好きなんです。
健康にもいいので、お昼ご飯を食べてから近所の公園に行って1時間くらい歩いてくる予定です。曇りの日は長く歩いても疲れにくいんですよ。最後は風が強い日。今日はどんな天気ですか？今日はとても風が強いです。午前中、駅前のスーパーに行ったんですが、駐輪場の自転車がほとんど倒れていました。今日はとても風が強いです。午前中、駅前のスーパーに行ったんですが、駐輪場の自転車がほとんど倒れていました。二つ目、今日は風が強くて、さっき公園の前を通ったとき、桜の花びらが雪のように舞ってとてもきれいでした。でも、このまま強い風が続いたら、桜の花びらが全部散ってしまいそうです。今日は風が強くて、さっき公園の前を通ったとき、桜の花びらが雪のように舞ってとてもきれいでした。でも、このまま強い風が続いたら、桜の花びらが全部散ってしまいそうです。桜の花びらが雪のように舞ってとてもきれいでした。花びらが雪のように。これは花びらを雪のようにと他のものに例えています。例えば、山のような宿題がある。山のような宿題がある。これは宿題がたくさんあるという意味です。彼は魚のように泳ぐ。彼は魚のように泳ぐ。彼は泳ぐのがとても上手という意味です。太陽のように明るい人。太陽のように明るい人。これは太陽のようにいつも明るい人のことです。これは相手にわかりやすく伝えるためにこのような表現を使います。三つ目、今日は強い南風が吹いています。さっきニュースで春一番が吹いたと言っていました。今日は強い南風が吹いています。さっきニュースで春一番が吹いたと言っていました。春一番、聞いたことがありますか？立春と呼ばれる2月4日頃から春分の3月21日頃までの間に広い範囲で初めて吹く暖かくて強い南風のことを言います。春一番が吹くというのは春が来たよというサインです。では、冬が来たという風はあるの？はい、あります。それは木枯らし1号と言います。10月中頃から11月末にかけて吹く強い北風です。今日は天気についていつもよりもう少し長く答える練習をしました。私たちは天気についてよく話します。具体的に長い文章で表現することでコミュニケーションがスムーズになりますよ。いかがでしたか？最後まで見てくれてありがとうございました。今日はどんな天気ですか？コメントしてね。またお会いしましょう。バイバイ。